これまでのあらすじ。一人全裸で。いや、全裸じゃない。私全よ裸。かった全裸じゃなくて。じゃあ、聞き耳25しかないけど。スペシャル立てます。成功した。もしかしたら。いや、もうしないでしょ。なんでやねん。成功した。なんでどういうことなの？で、最後ですね。何気なくあなたは読み上げます。エイボンの詩。あなたは記憶を一つ思い出します。あなたはこの言語を読むことができます。理解できます。これを読むか読まないかっていう選択がちょっとまず入るんだけど。読みます。読みます。読みたいですね。中は呪文書になっていました。しかしどの文章もどこか読み覚えがあり、記憶と重なる文面は流したり飛ばしたりしていくと、あっという間に書物を読み終えます。そうしてあなたは門の創造を習得しました。これは移動の呪文です。創造の儀式。門の創造には POW を永久的に消費しなければならない。消費する値は 160km に対して1、1600km に対して2、16000km に対して3というようにどんどん続いていきます。想像したい場所の壁に模様を描きアルコールを振りかけます。消費 POW1 に対して10分間の時間を必要とします。つまり長い距離を移動しようとした場合はその分時間がかかる。儀式を終えるとその場所と行き先で門を活性化できるようになります。活性化させるまでは、門は出現しません。なので目視使用はできません。活性化には門のある場所に手を当て、創造時に消費した POW と同じ値の MP を消費する。一度門を使用すると再び門は見えなくなると。注意事項としては、行き先の距離がわからない場合、その場合は消費される値もわかりません。で、万が一消費される POW、MP が足らない場合は、その値を使い切りその場に倒れ気を失ってしまいます。移動1回につき1ポイントの賞金が減ります。他にはないんだけど、このエイボンの書には裏に文字が記されています。予定はない、時間は気まぐれ、場所も変わる。ぐるぐると続いた永遠が終わりを迎える。その時選択を誤れば時の流れは止められない。思い出をなくした者に住む世界は選べない。エイボンの書を読み終えると、産地現象と、セルフポイントの進展があります。進展？まず、エイボンの書は1時間で読み終えました。はい。で、産地現象は1です。全員1ずつ減ります。クテルフ神話技能11ポイント獲得です。で、本来はこういう魔導書は読むのにすごい時間がかかる。どれくらいかかるかというと、32週間かかります。それを1時間。あれでしょ？最初の部屋のもん。そうだね。でしょ？これ使ったってことだよね、きっとね。で、4消費されたんでしょ？最初の部屋で。あ、ほんとだ。失敗して気絶してたんですかね。失敗するとその場で。場合は、値を使い切りその場に。でも値は使い切ってない。MP は。あ、そっか。多分こっちに来た。ここからさっきの部屋に行った。違う。部屋からこっちに来たのか。いや、どこからかあの部屋に来たんでしょ。でもさ、どっかから来てあの部屋にいたけど、またここを開いたから見えないとか。今最初に来た部屋に戻れない？戻ってみる？戻ってみる？なんか新しい発見があるかもしれない？書庫から外に出ると、来た入り口を見ます。はい。そこに通ってきたはずの鉄の門は跡形もありませんでした。ここにあるのは廊下と同様血に染まった赤い壁でした。ほら、やっぱりここに来たんだ。まあ本来は産地チェックが入るんだけど、ある程度想定できたってことでここは産地なしで
いいでしょ優しい。本当だよ。優しいそう、想定しなかったらもうびっくりして、今もびっくりしたもん、普通に。う。最初の段階で通った後すぐ振り返ってたりとかしたら3チェック入れてた。ただここはもう資料を手に入れた、ヒントを手に入れた後だってことで、なしにしよう。やっぱり私、ここに来ちゃったんだね。わざわざ飛んできたのかな。それがわかんないんですよね。うん。行き先の距離がわからない場合、事前に消費される値もわからないとは書いてるものの、僕ら MP は残ってるから使い切ってないから失敗ではないですよね、きっと。この場所を知ってるってこと？うん。この本がどこか読み覚えがあって、さって読める時点で、この場所をもしかしたら以前知ってた、まあこの本を読んだことがあるっていうのもあるかもしれないけど。何を土地狂ったか、この場所にもう一回来たんでしょうかね。土地狂った。もしや一回逃げ出してもう一回帰ってきちゃったパターン？じゃあ僕らこの書を取りに来たんですかね、もう一回。どうしましょう。あと部屋は、二つ。でもどっちか引いたらアウト。いや、正面の煙の部屋も。私さ、鍵開けで開けちゃったけどさ、うん。察するにこの煙の部屋の中に鍵があったんではないかと私は思った。ああ、オリさん、鋭い。うん。でも開いちゃったからね。じゃあちょっと室内チャラッと開けたオリちゃんね。にちょっとだけ情報を与えると、部屋の中、パッとしか見れなかったけど、探せそうな場所は4カ所ほどありました。なるほど。よしこ、さあ4人で。ダメだよ。脳みそ溶けちゃうよ。目星に成功したら、時間なしでもいいですよ。失敗したら10分。いや、目星が成功しなかったらちょっと戻ってこよ判定ガバガバかよ。そんな、しなかったらとかそんな甘いことはない。探してるうちに成功してる人はパッと見つけれたってことね。ああ、なるほどね。失敗した人は10分間探し切っちゃってる。よし、4人で頑張って、その気になるとこ4箇所4人でうん、頑張ろう。頑張ろう。25しかないけど頑張る。成功させよう。私、70ある。大丈夫 ?C さん。行く？私行きたい。行こうよ。来ますけど、幸運とかダメ？ないない。はいじゃあ25でいきます。よし。扉開けるってことでいい？うん。室内には長いテーブルがいくつもあり、その上にも下にも割れたフラスコや壊れた顕微鏡などが散乱しています。室内には研究資料が並ぶ棚が連立されていますが、いくつか倒され、薬品が混ざり合い、強烈な悪臭を放っています。部屋の角に行くと、比較的無事な状態でワークディスクがあります。そして、そのところどころで死体が無残な姿で転がっていました。ちなみに3チェックは、きょうちゃんとしんさんだけです。ほりちゃんは見慣れた状況なのでなしでいいでしょう。優しい。欲しい。成功。じゃあなしです。ということで、調べれる場所というのが、ワークデスク、床、棚ですね。4箇所って言ってなかった？棚がね、2箇所分かかる。なるほど。じゃあ棚が2人でやって、ってことでってことで。じゃあ、棚行きます。じゃあ私ワークデスク行くね。ギアソーおじさん床にしてもらおう。うん。じゃあ私、本棚行くわ。じゃあ行きますか。25、出ろ。失敗した。頭溶けた。私もやるよ。失敗した。おい私目星、気がついた。アキスさんの分は誰がやんの？アキラさんね。皆さんが振ってくれるって。ですよね。抵抗したシーンさんは棚から薬品4つ見つけますが、どうしましょ持ちます。う。じゃあ薬品を回収と。回収と。シーンさんはまだ時間に余裕があります。もう一個誰かに頼むよ加勢に行けば5分にしてあげましょう。来い。まあ、きっと京さんは成功してるだろうと信じてデスクを置きましょお、いっぱい。う。はい。分経過。5分経過。いける？実はいけるけど、他のところの火星は成功がない限りはオーバーと捉えて。じゃあ、
聞こえた。だけ帰ってもらって、私が寝星70で頑張る。なるほど。じゃあ、二人が手に入ったものを伝えるね。ワークデスクから手に入れたのは、日記ですね。日記。一つの日記。で、棚から4種類の薬品。床を調べてるアギアスと、もう一個の棚を調べてるキョウちゃん。どうしようかな。じゃあ、アギアスさん。キョンキョン。アギアスさん。でも。じゃあ、アギアスさんとこ行くね。まあ、多分失敗すると思うけど。このナレッジ成功したことない？手で成功する方がすごいけどね、正直。だよ。じゃあ、振るね。失敗をここで出すのか、君は。ここで出すのか君は。やば。じゃあ、とりあえず、3人が、今からやってもらうのは、窒息の戦いですね。窒息との戦い来た。僕が外に出てる間に何かやってる。CON かける5。コンかける 5？ これで失敗したらどうなるの？まあ、やってみよう。お成功。アギアスさん。アギアスやる。失敗。はい。成功したオリちゃんは、そのまま速攻で脱出すれば、なんもない。脱出しな。ね。どうしよう、私、致命的失敗出しちゃった。あ、そうだ。待って、オリちゃん致命的失敗じゃん。そうだよ。ちょっと待って。今なんか勝手に脱出 OK とか言っちゃったけど、もう一回だ。もう一回。90やればいいの？今度はね、CON かける4。かける4か。成功。おい。じゃあ、そこ脱出してくれれば。はい。はい。で、失敗したキョウちゃんとアギアスが今からやってもらうのは、1D6 のダメージ。はい。1。すごい。オッケーオッケー。で、これはもうラウンド前だから、どんどん減っていく。脱出します。死にたくないです。じゃあ、順番に開示していくね。D の日記。D の日記、もう言語、イタリア語で書かれてる。イタリア語？誰もわかんないじゃん。アギアスさんは読めると。なんだって？アギアスが読み上げてくれます。この研究室に来て数日経った。最初は脱出を試みたが、出口がまるでなく、すぐに諦めた。しかし新しい人間が入ってきたり、誰かがいなくなったりしているということは、どこかに必ず抜け道があるということだ。前に幹部らしい人間が来た時に話していたが、こういう施設は世界中にいくつもあり、教祖様とかいうやつを、祀る礼拝室は日本にあるんだとか。日本？で、床から見つかったのは鍵です。さっきのあそこの。さっきのあそこの部屋の鍵が。で、棚。もう一つ調べて見つかったのは、取扱メモです。赤い瓶は脳へ、黄色い瓶は体へ、青の瓶は物へ、緑の瓶は敵へ。で、瓶の方なんですが、ラベルで謎の文字が書かれています。オカルト使えますか？いいですよ。じゃあ、オカルト振ります。失敗しました。キョンキョンは？あれ？私オカルトだっけ？オカルトなかったっけ？あった。よし、来た！決定的成功スペシャル来い！じゃあ、オカルトに対しての成長を加えていいよ。よし。決定的成功したキョウちゃんは、瓶に書かれていた謎の文字、その解読に成功します。赤は忘却、黄色は若返り、青は爆発、緑は恐怖の注入と書かれてます。これが薬の成功ってやつか。教団のしおりんとこで、ノルマをうんたらかんたらって書いてたから。門の創造っていうのがきっとエイボンの書なんですよね。じゃないかなって思うけどね。この日本語を書いた人が門の創造を手に入れて、故郷に近いところに創造場所を作った。教祖とか祀る礼拝室は日本。
もしかしたらさっきまでいたとこは日本だったかもしれない。ここはどこ？施設にあるものは全部英語だ。うん、いいとこに目がいきましたね。施設にあるものは全部英語で表記されてて、日記やメモは違う国の。多分いろいろ集められてきたんでしょうね。基本的に施設内は英語で統一されてたんかな、じゃあ。案外、この施設が英語圏のあるとこにあたり。あ CM これって、はい紋章自体は活性化しなくても見えるんですか？いや、見えないです。じゃあ今見えてない状態なんだ。活性化させてみる？活性化？あ、そういうことか。そういうこと元あった部屋の門は活性化してないから見えてないってことか。かなと思ったんだけど。来たところの門ってアルコールの匂いするかな？どうだろあ、そうか。じゃあ来たところの廊下の端っこでアルコールの匂いがするかどうか？う。そこ戻って匂い嗅いでみようか。匂いを嗅ぐとかすかですが、確かにアルコールの匂いがしました。あ、やっぱこっりだ。ちが作った側か。ってことは、仮に活性化して門が見えたとしても、行き先は元の閉じられた部屋ですよね。うん。ってことは、どっかにもう一個ある？ここに？どこかにアルコール臭がする場所なんて他にないですよね。他に？全部屋探ってアルコール臭あるとか探す？じゃあね、金さんはアイディアを振ってください。でこう。最初の話をしましょう。アルコールの匂いがしました。アルコールの匂いは門からではなくその周辺から匂うようでした。ああ、じゃあさっきの部屋に別に扉があるんだ。うん。違うの？そうじゃないの？そういう感じですよね。で、活性化して、一回戻って、その部屋にその扉以外に、別に扉があるってことでしょ？うん。周辺にか。匂いが待ってその扉からじゃなくて、その周辺に、アルコールのその戻ろうびっくりした。その近くに別に、門があるってことでしょ？でもその門の行き先はどこ？おそらく日本のどこか。日本のどこか？帰れる？ここから、さっきのとこ行って、うん。そこからさらに飛ぶ近くに、なんかがあった。門があるんです。じゃあ扉活性化しますよ。はい。みんな活性化して。手を当てた壁が急に熱を持ちました。一瞬大きく光った後、その光は4つに分かれ飛び散っていきます。飛び散った炎は青く後ろでうっすらと煙を上げ始めました。どこかで見たような煙だ。そして目の前には中央に模様が描かれた両開きの鉄の扉が現れました。じゃあ、はい。開けますよ。門を通ると真っ暗な空間に出ました。辺りに明かりは全くありません。通ってきた門も消え、残された装飾のない壁が暗さに深みを引き立てます。じゃあ、明かりもないさっ。き推理したアルコールの匂いを。どれといいですか？はい。はい。暗く目印のない空間の中で、その匂いだけが道しるべとなり、探索者たちを壁の前へと引き寄せます。壁に手を当て熱を流すと、手元には光が湧き立ちました。光は一瞬で後ろに飛び、一つの青い炎となって探索者の背中を照らします。探索者たちが扉の先に進み、扉が閉まるのを見届けると、炎は消え、室内には再び闇が残りました。門を抜けると途中、探索者たちは強烈な頭痛とともに過去の記憶が蘇ります。休日の旅行を楽しんでいたはずなのに、気づけば見知らぬ施設で横たわっていた。一緒にいたはずの家族、友人はおらず、代わりに中国人らしき人物が私の起きるのを待っていた。彼は片言の日本語で今の状況を説明してくれた。どうやら私は謎の教団に拉致され、この施設へと幽閉されてきたようだ。
ここは課題をこなさないと出ることができないらしい。仲間と共に数年かけて課題をこなした私は、ようやく門の創造の習得にたどり着いた。しかし私はすぐに脱出はせず、仲間が課題をこなすのを待った。そうして数日経ったある日、事件が起きた。空鬼と呼ばれる怪物が研究施設を襲ったのだ。私は仲間と共に礼拝室へと逃げ延びた。その後の記憶は曖昧だ。多分最後は別の場所へ通じる門を活性化させたと思う。しかしその時、精神力を使い果たしてしまったのだろう。私はしばらく気を失うこととなる。もし、その名簿の人間を助けるつもりなら、俺は、お前たちに協力しない。